とうとう、ついに、やっと、どれも英語に翻訳すると finally, at least の意味になります。でも、この3つ、少し意味に違いがあります。皆さん知っていましたか？こんにちは、ゆきです。今日も日本語を楽しく学ぶゆきの日本語ポッドキャストへようこそ。私は日本にある日本語学校で日本語を教えています。今日は外国人の学習者さんがこれ何が違うのと迷ってしまう。とても似ているこの3つの言葉の違いと使い方を説明します。お仕事をしながら、家事をしながら、リラックスタイムにリスニングやイマージョン学習に使ってくださいね。沖縄はそろそろ梅雨が明けそうです。毎日日差しがすごく強くて暑いです。気温は29度あります。湿度もとても高いです。毎日セミの鳴き声が聞こえます。皆さんの国はどうですか？どんな季節ですか？日本の梅雨、雨の時期についての動画は前にアップしたので、興味がある人はこの動画も見てください。では、今日も JLPT N4 の言葉、とうとう、ついに、やっと、この3つを説明します。では、一緒にこの3つの違いマスターしましょう。じゃあ1つ目、とうとう。これは嫌だなとか残念だな、寂しいなという気持ちと、この日が来てしまった、この時が来てしまったということをセットで言うときに使います。ネガティブ、必ずネガティブではないですが、ネガティブなことを言うときに使うことが多いです。例えば、年齢のお話、年を取るのは嫌だな、これ以上年を取りたくないなと思っていても、皆さん、誕生日は毎年来ますよね。そういう時に、例えば69歳の人が70歳になりたくない、これ以上年は取りたくない、嫌だなという気持ちで誕生日を迎える時、とうとう70歳になってしまったという言い方をします。あとは、海外へ留学する人もいると思います。留学するときはワクワクした楽しみという気持ちがありますよね。でもその気持ちもあるけれども、家族と離れて暮らさなければならない寂しい気持ちもありますよね。友達や家族に簡単に会うことができなくなりますから、寂しいという気持ちがあります。で、もし自分の国がとても住みやすくていい場所だったら、またその慣れた場所から離れた違う文化、違う環境の街で暮らさなければなりません。ですから、大丈夫かな、心配だなという気持ちもあると思います。この寂しいとか少しネガティブな気持ちを言うときに、とうとう留学する日になりましたということもできます。この時は楽しみという気持ちではなくて、少しネガティブ、寂しいなとか、寂しいな、もう行かなければならないという
ネガティブな気持ちを言うときに使います。じゃあ次、ついにとやっと。この2つはとても似ています。どちらも長い間頑張ってきたこと、大変だけどやってきたことがついに叶いますという時に、使います。まずついには長い間、とても長い間、とても頑張ってきたこと、大変だけどやってきたことが、叶う時。でもね、反対に叶わなかった時にも使うことができます。例えば、ダンサーになるために長い間レッスンを受けて、自分で練習もたくさんして頑張ってきた人が夢が叶います。彼はついにプロのダンサーとしてデビューが決まりました。おめでとうという時、ついに長い間頑張ってきたことが叶いますから、ついにを使います。では、夢が叶わなかった時、彼は長い間頑張りましたが、ついに夢が叶いませんでしたということもできます。夢が叶った時、叶わなかった時、どちらもついにを使うことができます。じゃあ最後、やっとはどうですか？やっともついにとよく似ているのですが、やっとは長い間頑張ってきて、夢が叶った、嬉しいという気持ち、安心した、よかったという気持ちが入ります。ですから、叶わなかった時は使うことができません。夢が叶った時だけやっと使います。とても天気が悪くて、強い雨がたくさん降っていて、バスを待っていました。バスは時間通りに来ません。1時間待ちました。あ、やっとバスが来た。やっとを使います。長い時間バスを待って雨の中濡れながら寒いし、1時間も待って大変でした。でもやっとバスが来た。よかった。嬉しい。バスが来てよかったという気持ち入りますから、やっとを使います。あとは、これは皆さんぜひ使ってほしいんですが、JLPT に合格するためにたくさん勉強しました。朝も早く起きて勉強をして、仕事が終わってまた勉強をして、試験を受けました。そして、やっと JLPT N4 に合格しました。嬉しい。おめでとう。という時にも使います。ぜひ合格して、やっと合格しましたと私に教えてくださいね。皆さん、とうとうついにやっと使い方わかりましたか？ではここで一つ簡単なクイズをします。とても簡単ですから皆さん正解できると思います。1年間 JLPT に合格するために頑張って朝から勉強してきて JLPT N4 に合格しました。この時何を使いますか？ぜひコメントに書いて教えてください。簡単ですね。はい、じゃあ今日のまとめです。とうとうはこの日が来てしまったということと、少しネガティブな気持ち、残念だな、嫌だな、寂しいなというネガティブなことを言うときに使うことが多いです。ついには長い間頑張ってきたこと、大変だったことが叶うとき、叶わなかったとき、どちらも使うことができます。やっと
はついにと同じように長い間頑張ってきたこと、大変だったことが叶いました。嬉しいです。安心したという気持ちを言うときに使います。JLPT に合格してやっと合格しました。教えてくださいね。趣味で日本語を勉強している皆さんも、試験に合格するために勉強を頑張っている皆さんも応援しています。一緒に頑張りましょう。今日のポッドキャストが役に立った、面白かったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、とても楽しい時間でしたが、とうとうお別れの時間がやってきてしまいました。寂しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。